皆さんこんばんは、木浦直樹です。レンズのレビューが続いたんで、ついでにもう一つ、やろうかなと思いまして、動画を撮っています。今回レビューするのは、これですね。ルミックス GG バリオ 1232F3.5 から 5.6、アスフェリカルメガ OIS ってやつなんですけど、なんで買っちゃったかっていうとですね、第一に、いろいろその C マウントのオールドレンズとか使って、ルミックスは普通の純正の望遠とオリンパスの広角とか、マイクロフォーサーズのレンズってひとしきり、そのズームレンズに関しては全部使ってきたんですけど、そういうのをひとしきり使ってきた後で、一周してこれ超いいなっていうふうに思いました。はい。で、あと安いので、ちょっと、やっぱり YouTube とかを撮っていると、直上カメラとか、マルチカメラで結構最近撮影するのが、マイブームなんですけど、それをやっているとオートフォーカスやっぱりいいなって、いちいちね、商品を例えばこういう風に拡大した時に、フォーカスがこういう風に来るっていうのが、オートフォーカスやっぱり便利だなって、ワンオペの時には。そんなこんなで、特に YouTube 撮影する時にいいなっていうのが、まずオートフォーカス使えるのがいいなっていうところと、あともう一つは、こっちの、僕は GX8 を、まだ使ってて、これは写真だとボディ内手ブレ補正が効くんですけど、動画だと手ブレ補正が効かないモデルなんですよね。やっぱり手ブレ補正使えたらもっといいんじゃない、これを活用できるんじゃないかなっていうふうに思った次第でございまして、そんなこんなでね、買っちゃいましたっていう感じです。これはメガ OIS っていうことで、レンズの手ブレ補正がこれで動画で使えるようになるんですよね。それでもう一つがやっぱりこのサイズ感なんですよ。あと価格。中古価格はっきり言って1万円ぐらいで買えちゃうんですよね。まずこの薄さが半端ないんですよ。もうこれ2センチぐらいなんですよ。ちょっとアンジェニムのレンズとかと。まずですね、ビルドクオリティが、そのサイズ感もいいんですけど、で、これプラスチック製なんですよ。プラスチック製なんですよね。でもその割に、作りがですね、安っぽくないんですよ。不思議と。注意しないといけないのは、これ、ルミックス G バリアの1232の現行モデルは、マウントがプラスチック製になってるみたいです。だから、一昔前の中古を買った方が、もしかしたらいいかもしれないんですよね。マウントの部分。プラスチックの、一番安いそのキットレンズっていうか、僕は富士の XC1545 だったりとか、1650使ってたことあるんですけど、やっぱりそのプラスチックっていうのがね、嫌で、買い替えた経験があるんですよね。で、その富士のそっち比べて、安っぽさを感じないんですよね。ちょっと並べてみると分かりやすいかもしれないんですけど、シルバー、ブラックもあるんですけど、シルバーの方がこのうちの GX8 に合うかなっていうので、やっぱりシルバーにしたんですけど、こっちアンジェニュの方は金属製なんですよね。で、これと比較して、見た目はね、もうね、遜色ないぐらいの塗装とその色の作り方してますね。で、それでつけてめちゃめちゃ似合うっていうのかっこよさっていうことと、あと、こういうカメラバッグなんかに、しまうときに、このサイズ感だと、こういうね、ここに入るんですよ。ここの。長細いところにこうやって入れられるんですよね。こういう風に。っていう、そのもう、モバイル性っていうんですか。それがもう半端ないなと思って、買ってよかったなっていう風に思ってるんですよね。でやっぱり難点が、やっぱりそのマイクロフォーサーズって暗所耐性そんな強くないんですよ。だから6400まではギリギリ OK だとしても、それ以上時になると、もうスマホと変わんないじゃんっていうぐらいの画質になっちゃうんですけど、6400もちょっと微妙かもしれないんですけどね、ノイズ多すぎて。そんな感じで、やっぱり F 値が F3.5 から 5.6 なんで、それはちょっとね、やっぱりネックなんですけど、その、いいバランスで価格とも含めて、僕はそのマニュアルフォーカスのレンズ、オールドレンズ、それを一周回って、これいいなっていう風に今なってるんですよね。はい。そんな感じ。作例も最後っていうか途中から見るんですけど、このレンズのその描画の性能っていうか特徴ですよね。その辺を、オプティカルリミッツ .com っていうところで見ようかなっていう風に思います。ちゃんとしたテストをやってるサイトで、見るのがいいかなと思いまして、オプティカルリミッツ .com っていうところで、今見に行ってまして、
それの、まずアナリティクスっていうところで、要するにその描画性能をテストしてくれてるんで、それを引用してみたいと思います。ディストーションっていうのがその湾曲集差ですよね。広角になってるときは、こんな風に湾曲がありますよっていうところなんですけど、マイクロフォーサーズのシステムってカメラ内でディストーションは補正するんですよね。レンズによってそのデータが記憶されていて、これ富士のレンズもそうなんですけど、ディストーションは補正されるんで、気にしなくていいかなっていうところではあります。はい。で、ビネットが広角の開放だと、ワンストップちょっと来ますよっていうところで。で、この辺も僕は撮ってみて、そんなに気になるレベルではないから、一応そういうデータが出てますよってことで。で、MTF っていうのがこれがですね、解像度だったりレンズの性能を表す指標として、メーカーも含め公開してる情報なんですけど、単純にその画質がいいとかどのぐらいっていうのが、大体わかるっていうのと、あとそのレンズの個性みたいなのがちょっとわかるんで、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、おおむね画質に関しては、なんて書いてあるかっていうと、3.5 から 5.6 の時が一番いいですよっていうふうに言ってます。で、中心がシャープで、そのコーナーになると、シャープネスが下がりますよっていうふうに書いてあって、それ理由は主にこっちの方のディストーション、これを補正していることに起因するっていうふうにこの人は分析してます。はい。で、絞ると、解説現象っていうのが起きるんで、なんか 5.6 ぐらいが、3.5 から 5.6 ぐらいが一番いいみたいですね。っていうのがですね、書いてあって、順番に見ていくと 12mm の時に結構いいんですよね。で、ズームレンズなんで18ズームすると、ちょっと落ちるんですよね。で、もっとズームすると 25mm でもうちょい落ちて、望遠側で一番落ちるっていう、そういう感じです。で、F 値もズームすると、これ暗くなるんですけど、可変ズームなんで。で、次の項行くと、クロマティックアベレーションっていうのがございまして、これはですね、コマ周差のことなんですけど、なんか細かいピクセルが滲んでしまうような現象のことをコマ周差って言うんですけど、要するに解像度が悪くなってしまうんですよね。で、それも開放の時に、広角の開放の時、それから18mm の開放の時だけのデータしかないんですけど、やっぱり3.5 から 4.2 で一番それがコマ周差が大きくて、5.6 で下がって、8でもっと下がる。絞ると下がるんですけど、なので、このレンズ、どこが一番美味しいポイントかっていうと、5.6 の中心、F5.6 に絞った時の中心で使うのが最も画質がいいっていうのが、見て取れるかなっていうふうに、僕は思います。はい。こんな感じで、ちょっと、じゃあ戻しましょうか。そんな特徴を持ったレンズなんですよね。で、これ、電源入れると、まず、こういう風に出るんですよね。これはどういうことかっていうと、こうしないと映らないんですよ。だから速射性は劣るんですよ。こうしないと映んないんで。だから実際使うときはでかくなるんだけど、要するにしまうときにすごいいいですよってことですね。で、フィルター径が、ここが 37mm。なので一番ちっちゃいフィルター径ですね。結構ね、寄れるんですよ。ここで、広角側は合っていて、望遠側になると、これも望遠も 32mm でも結構寄れる方かなと思うんですけどね。だから、やっぱり、なんていうんですかね、一番便利に使えるレンズだなっていうふうに思います。それで画質とかは、ボケも切って作れないですし、参考までに F3.5 でどこまでボケが作れるかってとこなんですけど、でもワイドだったら、最短撮影距離の時点ではだいぶぼかせるかなっていうのはありますね。こんな風に。望遠側でも、結構ボケるな。これ今 F5.6 なんですけど、やっぱり寄れるんで、結構、ボケもそれなりに工夫すれば作れるっていうか、だからやっぱりその暗いのが難点ですね。今、これ部屋の中の明かりで、普通の一般家庭よりは暗いんですけど、ISO1600 のシャッタースピード30分の1ですからね。これ F2 とか F1.4 だったら 5.6 だから、1、2、4段ぐらい稼げるから、シャッタースピード100で ISO400 とかで撮れるはずなんですよね。暗いのが難点ってことですね。だから夜とかで暗いところで撮ろうとすると、高感度側が心配。ISO6400 に参考までにちょっと絞って、その GX8 の高感度体制見てみましょうか。今 ISO6400 なんですよね。これが ISO3200。これが ISO6400。
これが ISO6400 で、まあギリギリかなっていう感じ。スマホがサイズで見るんだったら多分そんなわかんないんですけど、4K とかで大きく見るんだとちょっとしんどいかなっていうところではありますね。はい。でも実用にはまあ耐える。明るさはちょっと気にしながら撮んなきゃいけないんですけど、っていう感じでございます。はい。まあ個人的には工夫してこう使うっていうのも一つの楽しみかなと思ってて、まあ自撮りすると今ぐらいのサイズ感になるんですけど、だからこう Vlog とかの時に、まあちょっと顔アップになりすぎて、僕の場合は、ちょっとこう、もうめちゃめちゃ手伸ばしてこうやって撮ってやっと顔の、まあちょっと首の下ぐらいまで入るぐらいの感じなんで、もう少し広い方が本当は使いやすいんですけど、でもオートフォーカスが使えて1万円で、このサイズ感っていうのは結構旅行に持っていくとか、マイクロフォーサーだったら単焦点もう1個ぐらい持ってっちゃってもいいと思うんですけど、ちっちゃいから。にしても1個はあって損ないなっていう、なんていう感じでは思います。まあなんていうんですか。スマホと画質をちょっと比べたときに、どうかっていうのはありますけどね。ちょっと見てみましょうか。iPhone、僕のは 10R なんですけど、ですね、スマホの画質っていうのはですね、イメージセンサーはマイクロフォーサーズのもっとちっちゃいんですよ。で、スマホの自撮りと全く同じ画角ですね。それで iPhone のいいところってこれ、画像処理が優秀で、顔のとこだけ、例えば、顔にライトが当たんない状況でも、自動的にこう上げてくれるんですよ。暗くても。もう顔に当たってるライト全部消す。まあ、そこだけその改造、なんていうの、処理がうまいんですよね。だから、画質よく見えるんですよね。本来めちゃめちゃ、もうついてるレンズとかももうほんとヘボいやつなんですけど。まあちょっとこれは、見比べてちょっと、皆さんなりに、まあこのレンズを今の時代にどう活かすかっていうのは、まあ、お考えくださいっていう感じに留めましょう。はい。まあ動画はちょっと8ビットで、これで、でも2000万画素ぐらいあるんで、まだ買って損はないんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、マイクとかつけて Vlog カメラにできるんで、なんていうんですか、スマホでこうやって、例えば YouTube 撮るんでもスマホでこうやって置いとくと、スマホもう使えないじゃないですか。で、ちょっとこう、じゃあなんかあれ、なんだったっけみたいな、これ説明しなきゃいけないことなんだけど、なんだっけみたいなメモとか、台本とか結構これで確認すると思うんですけど、そういうことが、できないっていうことですよね。まあこれは GX8 のなんか擁護しちゃってる感じなんですけど、GX8 のダメなところっていうのは、HDMI アウトがないっていうところですよ。配信ができないっていう。だから配信しない用途。で、それから、このマイクジャックがですね、なんと 2.5 ミリなんですよ。普通のイヤホンジャックって 3.5 ミリなんですけど、これ一回りちっちゃいから変換必要だっていうのがちょっとめんどくさいんですけど、まだ使えるんじゃないかなと思ってて、僕は工夫して使いながらもう証明したいかな。なんていうんですか、本当にこうギリギリまでこれ使い倒してやると、もう今思ってるんですけど、まあそんな感じで、これで撮ってきた作例があるので、それを見ながらちょっと、ゆるっと、お話ししようかなと思います。はい。それでは、一旦 CM を挟みます。はい。すいません。それではですね、作例っていうか、まあ、どんな写真が撮れるのか、どんな動画が撮れるのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。ちょっとこれ、ピントがオートフォーカスで撮ったんだけど、ちょっとピントがもしかしたら奥ピンになっちゃってる感じですね。これ夜の街なんですけど、それでなんか白黒で撮り始めちゃって、それが楽しくなっちゃったんで、すいません。途中から白黒で、はい、お願いします。で、結構全部オートで撮ってます。もう、フォーカスもオート、ホワイトバランスもオート、ISO もオートで撮ってますね。だから結構、ISO 上げ上げになっちゃってて、シャパシャパしてる部分も多分あると思います。まあ、やっぱり、スマホの画質がそろそろ追いついてきちゃったんで、どうだろうなっていうのはあるんですけど、でも例えばこの表参道のこの木のこことか場所も素敵だったし、個人的にはいい感じかなというふうに思ってます。まあやっぱりイメージセンサーのサイズっていうのはこのシャドウ部の粗さに現れてくるなっていうふうにまあ思ってます。で、レンズの特徴としましては、そうですね、ハレーションに強いオールドレンズみたいな感じかな。ハレーションに強い単焦点のオールドレンズみたいなぐらいの映り方かなっていうふうに思います。
で、なんかそのボケを作れないっていうことが分かってるんで、なんて言うんですかね、ちょっと難しいんですよね。なんかその保存用とか記念とか、そういう、なんていうんですかね、軽く撮る感じが一番やっぱりその使いどころとしてはいいと思います。で、めちゃめちゃ上手い人は、これでもほんとすごいのがかっこいいのが撮れるとは思うんですけど、ちなみにこれ JPG で補正全くせずに撮りました。で、僕は三軒茶屋にもう5年ぐらい住んでるんですけど、ごく最近発見した喫茶店がセブンっていうのを発見して、ここはもうめちゃめちゃいいところで、今もう通ってるんですけど、そこでお店の外観をちょっと撮らさせてもらいました。もうね、昭和の時代から絶対ある長年続いている喫茶店で、オムライスとかナポリタンとか出てくるような感じですね。で、コーヒーも、この写真に、奥にこの電話の写真の奥に写ってるんですけど、このサイフォン式なんですよね、多分ね、これね。それで結構、美味しいです。うん。で、やっぱりこう、モノクロームの方がやっぱり楽しいなって思いました。なんかぼかせるわけでもないし、そんなに。で、画質が超いいわけでもないから。ただ、スナップとかでパシャって撮るときに、iPhone でもいいんですけど iPhone でわざわざ出さないしなっていうところで、なんかそのオートの良さっていうちっちゃい良さでもカメラみたいなところですかそういうところがいいところかなっていうふうに思いますね。スマホでももしかしたらこんぐらいの画質は本当撮れちゃうかな。どうだろうね。この辺のピント面とかはかなり、これは 32mm の F5.6 なんですけど、結構なんていうんですか、やっぱり綺麗に映ってる気がするっすね。だから、その ISO が上がんないようにするとか、なんかうまく白黒にするとか、そういうのをうまく考えて撮れば、まだまだいけるかもしれないなっていうふうに思います。で、ちなみに、このズームの操作っていうのは、その動画を撮るときのズームの操作っていうのは無理です。こういうカクカクになっちゃうんで。それやっぱり写真用レンズなんで、画角を決めてから、撮影した方がいいですね。で、歩って撮ると足をこうやって地面につけ歩きながらこう撮りたいっていう欲求があると思うんですけど、それはね、もうボディ内手ブレ補正があるミラーレス足すレンズ手ブレ補正でさえ歩きながらはね、結構しんどいものがあって、やっぱりこう足をガンってつくときにどうしてもね揺れちゃうんですよね。これ僕も結構練習したんですけど、やっぱりジンバル必要だなっていうのはあります。はい。で、この辺とかはもう、ISO オートで実は撮ってたんですよ。だから、オートで撮るとやっぱシャバシャバになっちゃいます、動画は。6400。ISO6400 は結構シャバシャバになっちゃいます。はい。でも、フォーカスも合わせなくていいし、もう GXH との組み合わせはすごいちっちゃいし、サクサクこう撮れるんで、そこがやっぱりこう、で、ちっちゃいのがね、やっぱ全然違うんですよね。でもバリアングルだし、スマホと違うから、その上からハイアングルもローアングルも撮れるじゃないですか。このハイアングルのこれ結構もう背伸びして手の上からこう伸ばして撮ったんですけど、こういうことはiPhone だったらしないと思うんですよね。もうディスプレイ見えなくなっちゃうんで。で、この辺はオートフォーカスの挙動を ISO オートでテストしてて、これ一回ポチってしないと来ないです。 GX8 は四角がね来てないとフォーカスは来ないんです。ただ6400だと 4K で、そのネイティブの 4K で見るとシャバシャバ感がもうきます。はい。高感度デジタルノイズっていうか、その感じがきます。そこがまだスマホよりは機械的じゃないから、僕個人的にはまだいいんですけど、それが一般的にどこまで買ってるのはちょっとわかんないですけどね。個人的にはまだまだ使っていくつもりではいますね。はい。という感じでですね、今回はルミックス G バリオ 1232F3.5F5.6 の、紹介でした。はい。最初に買ったのは僕単焦点レンズを一番最初に買ったんで、ズームレンズって自分では買ってあるのってもう電子式手ブレ補正が使いたいがために買ってるみたいなところがあって、ただやっぱり便利ですよね。一番いいのはやっぱりサイズ感、これは半端ないですね。このギミックとで、やっぱりこのビルドクオリティは良かった。で、それで買ってみたら、単純に楽に YouTube 撮影したいなっていうそれだけの理由で買ったんですけど、中古で安いし、この塗装が思ったよりすごい良くて、で GXH とのこの組み合わせもかっこいいから、ルックスがデザイン相当すごいなって思ってるんですよね。スタイリッシュだし、それで動画を作ってしまいましたっていう感じです。はい。
感動しました、僕はこのデザインに。こんな感じで機材のレビューだったり、撮影の仕方、ライフハックだったり、で、ごくたまに音楽もやってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。はい。はい。じゃあ、今日の撮影カメラなんですけど、これね、富士の1850はね、寄れないんですよ。これ。寄れないのがね、しんどい。やっぱりですね、アーサーミニいいです。品質が全然いいです。それと、これはですね、タクマの 35mm F2 です。はい、フォーカスリングついてます。フォーカスリングのこの紹介もします。そしてですね、富士の T4 です。はい、それではまた。